電動飛行機発進。プリミティアプレイヤーエールです。今回は電動飛行機を作ってみようと思います。バッテリーとモーターの力で飛ぶシンプルで便利な飛行機にしようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは小ネタから紹介します。後ろで光っているスライムの目はこんな感じで太陽電池とモーターでゆっくり古代の合金の糸を回して途切れている回路を通るようにすると点滅させることができます。では次はバッテリーとモーターについての小ネタです。こうやって複数のモーターを一つのバッテリーで回そうとすると電力が分散するのかなり弱々しく回ります。こちらにバッテリーを増やしていくことでどんどんパワーアップしていきます。モーターの数を減らせばさらに力強くなって大きな石を振り回すこともできました。このままバッテリーを使い切りましょう。バッテリーが空になったので次は発電機を作ります。こんな感じで2つのモーターをつないで片方を少しだけ通電させて回すと回り続けることがあります。この状態だと電気を発生し続けるのでバッテリーをつなげばかなりの速さで永久に充電できます。ちなみにこの現象はルーさんが発見しました。モーターを増やすことでさらに発電量が増えている感じがします。他の充電方法も試してみましょう。こんな感じでモーターを4つベアリングの軸を使って同じ方向につないだら地面に立てた後軸にドローンをつけて回してみましょう。これでも発電機になるはずです。回転が遅いですね。1秒間に4回転が回転の最高速なのでそのレベルになるまでドローンを増やしていきましょう。片側に16個全部で32個のドローンを取り付けました。回転が速くなってますね。試しにこの状態でバッテリーを充電してみると充電速度はいまいちですね。モーターを2つ繋いだ方が速いみたいです。ここからさらにドローンを12個増やして片側22個全部で44個のドローンをつけてみました。よし、これくらいつけるとかなり速く回ってますね。こちらに古代の合金の板でバッテリー置き場を作って充電してみましょう。結構充電速度は速いですね。残りのバッテリーも置いて充電していきましょう。しっかり充電されていきますね。よし、バッテリーの充電も完了したのでそろそろ電動飛行機作りを始めます。せっかくなので新素材の古代の軽量プラスチックを使ってみましょう。もしかしたら硫黄のように熱してくっつければ形を変えられるのかなと思いましたが、普通に燃えるだけで接着しても形は変わりませんでした。軽いのを活かして薄く切って操縦席を作りましょう。こんな感じでシンプルな箱型の操縦席を作ったらモーターとベアリングを使ってプロペラを回す仕組みを組み立てていきます。こうやって組み合わせれば二重反転プロペラのように2つの軸が違う方向に回転してくれるんじゃないでしょうか。電池を軸に近づけると回転してくれません。軸からモーターには通電しないみたいですね。それでもなんとか動かすためにこんな感じでベアリングの軸でモーターを両軸化してその先につけたベアリングをモーター本体と固定しましょう。よし、こうすれば通電するんじゃないでしょうか。早速試してみましょう。追加した軸の先にバッテリーを近づけるとよし、回転しました。これなら二重反転プロペラが作れそうですね。こちらに
20枚草を重ねた羽を4つつけて、二重反転プロペラにしたら、操縦席の前にセットして、バッテリーで回してみましょう。まずは1本のバッテリーから、回転が遅いですね。これでは飛びそうにありません。数を増やして、14本のバッテリーで動かしてみると、かなり速くなりましたが、まだちょっと物足りないですね。さらに増やして、22本のバッテリーを試してみると、これくらい回れば、余裕で飛んでくれそうですね。次は、プロペラの回転をオンオフできるスイッチを作りましょう。ペアリングの軸と外輪で非接触スイッチを作ろうとしましたが、残念なことに、この2つの素材だけを近づけても通電しないみたいです。ペアリングの状態だと、バッテリーと軸は離れていても通電していますが、LED がついている方の軸とペアリングの外輪は通電していませんね。軸同士でも2センチ以内くらいに近づければ通電してくれました。この仕様を利用してなんとか飛行中でも操作できるスイッチを作りましょう。止まった状態なら重力だけを利用したスイッチでも普通に機能しますが、空を飛んでいる状態だと前からの風や振動で勝手に動きそうなので、うまくベアリングを組み合わせて安定してオンオフを固定できるスイッチを作っていきます。いろいろ試行錯誤しましたが、結局こんな感じでベアリングの弾力を利用して緩く固定できるスイッチにすることで、うまくオンオフの切り替え操作をすることができました。これで操縦席とプロペラを回す仕組みができたので、次は翼を作りましょう。なるだけシンプルにするために、大きな木の葉っぱを薄切りしたら、こうやって操縦席の後ろに貼り付けていきます。とりあえず、5枚重ねて貼り付けました。重ねれば重ねるほど、揚力が増すからですね。滑走するためのタイヤも3つ付けましょう。飛ぶ方向を安定させるために、上に1枚垂直尾翼をつけたら、早速操縦席に乗って動かしてみます。いきますよー。スイッチオン。前に進んではいますが、離陸してくれませんね。まだ揚力が足りないみたいです。そのまま海に突っ込んでしまいました。改良が必要ですね。さらに4枚、主翼を追加したら、草を8枚重ねた水平尾翼を後ろに取り付けます。機体を斜め上に傾けるためですね。さらに、前のタイヤを支える棒を長く伸ばすことで、機体を斜め上に傾けて、もう一度乗ってみましょう。スイッチオン。少し前に進んだ後、離陸しました。でも、高さが低いですね。そのまま少しだけ飛んで、落ちてしまいました。もっと浮かんでくれるように、さらに主翼を7枚追加して、前後のバランスを調整するために、重たいバッテリーの位置を後ろに下げてみました。この状態で、もう一度乗ってみると、いい感じで浮かんでくれています。でも、あまり上昇しませんね。低い高度のまま、しばらく飛んで、向こう岸の島に着くことができました。ここでスイッチを切りましょう。よし、しっかりプロペラの動力が切れて、着陸することができました。さらに高く遠くに飛べるように、改良していきましょう。バッテリーの位置を下げると、残量が見えないので、運転席の前にもう一つ、バッテリーを追加することで、残量がわかるようにしました。さらに操縦桿の位置を上げることで、機体を上下に傾けやすくします。バッテリーの位置は、結局一番後ろまで下げました。水平尾翼も忘れずにつけて、改良完了です。それでは、電動飛行機、発進。
わずかな滑走距離で空に舞い上がりました。出力が上がるのに時間がかかる。エンジンと違ってモーターとバッテリーなら一瞬でフルパワーが出るので離陸も簡単ですね。そのままぐんぐん高度を上げていって遠くの島の上に飛ぶことができました。ここでスイッチを切ってみましょう。一瞬で速度が落ちて下降していきます。ここでスイッチをオンにしてみるとプロペラが回転して再び浮かび上がりました。もう一度スイッチを切って離陸しましょう。着地の衝撃で壊れることなくしっかり着陸することができました。ちなみにバッテリーの残量を見てみると全部満タンだったのにバッテリーごとに残量が違う変なやり方をしていました。操縦席の前にあるものは完全に空になっています。この減り方は謎ですね。今度はカメラの位置を固定して見てみましょう。主翼の幅が狭いので左右のぐらつきはありますが全体的にコンパクトなので操縦桿を持ってひねるだけで簡単に方向を変えることができます。ここでスイッチを切ってカメラの前に着陸しましょう。よし、着陸成功です。すぐさま離陸して飛び去っていきましょう。スイッチは簡単に切り替えられるのでこうやってオンオフを繰り返して少しずつ動くこともできました。ちなみに私の視点だとこんな感じです。スイッチをオンにしたら操縦桿を引いて離陸しましょう。ちゃんとバッテリーの残量も見えていますね。左手で操縦桿をつかみながら右手でスイッチを操作しましょう。スイッチがオフになってプロペラが止まりました。再びオンにすることですぐに動力を取り戻して飛行を再開します。そのまましばらく飛んだら近くの砂浜に着陸しましょう。ポンポン、スライムが襲ってきてプロペラが食べられました。スライムには弱いですね。その衝撃でスイッチが入って待てー、勝手にどこかに飛んでいってしまいました。それでは最後は電動飛行機に乗って行けるところまで行ってみましょう。離陸した後バッテリーが切れるまでまっすぐ飛んでみます。23個のバッテリーを搭載していますが今までのエンジンと燃料で飛んでいた時と比べてかなり長い距離を飛ぶことができています。ただし燃料は形を揃えていれば一気に燃え尽きるのに対してバッテリーの消耗にはばらつきがあるので長距離飛んでいると徐々にバッテリーが切れて出力を落として高度が下がってきました。そしてここでバッテリーが完全に切れました。ちょうど地面があるところだったのでこのまま着陸しましょう。よし、無事に着陸することができました。それではたくさん電動飛行機を操縦してお腹も空いてきたので近くのスライムを捕まえてきて食べてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれた電動飛行機さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、また